おはようございます、皆さん。今日もね、もう2秒ぐらい前まで編集をしていて、全然準備ができていなかった。朝ここ、ライブの時間が始まりましたよ。おはようございます。昨日はね、もう始まった時点で実はね、オチなどが全て丸出しになっているという状態だったんですけども、実はね、本日もね、ちょっとそういうのをやるの忘れてまして、ちょっとオチが丸出し状態になりそうなので、ちょっと一瞬本当に見せちゃいけないオチが多分今次画面変えたら出てしまうので、ちょっと一瞬配信切りますね。すいません。大丈夫かな。失礼いたしました。戻りました。これちゃんと配信できてますかねちょっとね、放送を開始してしまうと、もう皆さんに全ての画面が見えてしまう関係で修正が不可能ということがあるんですよね。これちょっと OBS さん、この設定どうにかならないですかね。ちょっと皆さんに見えないところでちゃちゃっとね、画面をちょっと事故らないように、事故ることが分かっている次の画面を編集できるようにしてくれないですかね、 OBS さん。頼みますよ。というわけでね、本日もおはようございます。起きていない人は起きて。これちゃんと配信できてますかね。できてるかな。よかった。そういうわけでね、皆さん今日も頭の上でガタガタ騒いでいるのは視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。ガタガタ。今日も元気にね、ガタガタ騒いでおりますね。今日もね、いろんなニュースがね入っていますから見ていきましょうね。それではなんとですね、皆さんこちらを見てください。豊洲のライブ、皆さん思い出しますね。豊洲ピットでありました伝説的ホロライブのファーストフェス、覚えていますか？このね、ノンストップストーリーというねライブの映像が地上波に載ったらしいんですね。ぐるっちょっとぐるぐるがね始まってしまいましたらしい。 YouTube くん、ちょっと頑張ってください。朝6時、もうそんな誰も配信してないんだから、こんな時間頑張ってくださいよ。こちらがね、このね地上波に豊洲のライブが流れたらしいんですね。これ私の家はねテレビないんでわかんないんですけど、インターネット TV でも見られるらしいのですね。こちらはね、もうちょっとね、やっぱこれをもう一度見ることで、全部流れたわけではないんですけども、一部ね放送されたことで鳥肌を立ててしまった人がいるようですね。こちらは超人少女戦士ガリベンガ V という番組、テレビ朝日の番組ですね。こちらでホロライブがね特集されまして、これ流れたんですね。こちらの芸人さんとのね掛け合いなどもあり、非常に面白いところがあると思うことなので、ぜひ皆さん今からでも ABEMA TV などでチェックできるらしい。超人女子戦士？違う？女子戦士？女子と少女は一緒やろということでね、どうやら題名が間違っているというね、クソザコクソザコをやらかしてしまったということでですね、さっさとここを消しましょうか。有識者はこれに対し、さっさと DVD を発売しなければ再び事務所を破壊する。これはね、もうさっさと DVD を出さな
ければもういい加減ちょっと事務所破壊するんでよろしくお願いしますということですね。まあこれはね、まあもういい加減発売してもいいんじゃないかな。ブルーレイにしろ。ブルーレイと DVD って一緒じゃないの？違うの？違うんか。ぐるぐる？いや、いい加減にしなさいよ YouTube。まあね、ちょっとこれはね、さっさと出していただけなければいけないというね。まあ、今ちょっと YouTube 史上最高にね、非常に表示バグ、ぐるぐるなど、今まで散々いろいろと放送をしてきましたが、スーパーチャットの履歴が表示されない、アーカイブでコメントが一切表示されないなど、現在 YouTube ではもうバグまみれのもうお祭り状態になっているということでね、皆さん非常に放送を見ることが困難な状況ですが、まあね、なんとかみんなで手をつないでこの困難を乗り越えていきたいと思います。それでは次のニュース。その前にキリオスイコ氏が言いたいことがあるようですね。なんかちょっとさっき名前間違えてましたけどね、こちらの番組の。しかもその上にガリベンガーではなくガベリンガーだと思っていたようですね。もはやね、もう間違えたさっきの間違い以前にもうすでに間違っていたようですね。もうこれはもうね、もうダメだねこれ。もうめちゃくちゃだね。もう何でしたっけ、超絶美少女戦士ガリベンガー V でしたっけ。もう案件ないなったな。まあそれだけは間違いがないということですね。でもそれはわかる。それはわかるというコメントをいただきました。これはね、これはわかるという人がねいるということで、皆さんも草を生やしている場合ではないのではないでしょうか。それでは次のニュースです。なんとこれ皆さん知ってましたか？コミケかける赤十字献血の応援イベントが昨日から始まっているんですよ。これちょっと私の家の外でね、猫が大喧嘩をしてますね。などの声が入る可能性がありますが、ご了承ください。このイベントがね、実はね、すごくてですね、皆さん、なんと400ミリリットル献血でポスターセットが当たるんじゃね、もらえちゃうんですね。これね、皆さんもらえるんですよ。そして皆さんね、左上に注目。これは我らがホロライブからまさかのこれね、船長ですね。船長のポスターがもらえるんですよ。皆さんね、これ自分の血液を渡すだけで無料で血液を課金すれば無料でポスターがもらえるんですか？これ行くしかないんですね。皆さん無料ですよ。これね、血液を400渡すだけでもう他にはお金も一切かからない。登録などをもうすでにしてある人は名前とか住所とかね登録必要なんですけども、それをもうすでにしてある人などはもうさっていってブスってピッてパッて帰るだけなので、もうね一瞬ですよ。これねおすすめしたいですね。もちろん早速行った人もいるようでですね、喜びのね声が届いていますよ。皆さんね、こちらの課金はね無料となっていますね。なのでね、もうね3000円払えば無料でガシャが引ける、それどころではないんですよ。400ml 払えば無料でもらえる。こちらをね、ぜひね、皆さんに広げてほしいというリークをね、いただきましたので、広げさせていただきましたが、皆さんね、献血ちょっと行ったことないんだけど、どういうやつなのという人はですね、皆さん、ちょっとね、知らない人のために軽く献血を説明させていただきます。
献血というのはね、もちろん血をもらえますので、ブスッと一発いくんですけども、実はですね、このように腕が2本ありますね、皆さん。1本はですね、血液検査で使えます。まず片手、これで血液型ですね。皆さんの血液型何なのってもちろん最初に聞くんですよ。あなたは O 型ですか AB 型ですかなど聞くんですけど、ごく稀によくあるのが、私 A ですって言いながら O な人とか、これちょっとお母ちゃんかお父ちゃん嘘ついたんじゃないかねというね方がごく稀にいらっしゃいますので、こちらをね確認します。そしてその後に本番ですね。まず最初に血液型を取るためのちっちゃいね細い針で刺して、この後がねその5倍ぐらいある針でバツンと刺すので、実は両方の腕をねボコボコにされるので、こちら覚悟の上でよろしくお願いします。こちらの本番の方の腕が本当に血管がぼっこり出ている腕を選ばせていただきますのでね、皆さんね知らない人はね片方だけで済むと思っている人がいるんですけども、両方です。そして2回刺しますので、皆さんこのような血液課金の際には同時に覚悟をお願いします。もう慣れてる人はねほうほうということかもしれないですけどね。あとですね、実は一つルールがございます。これね実はね献血できるのはね体重が50キロ以上ある人なんですよ。なのでねちょっとガリガリニキとガリガリ泣きは残念なんですけども、悲しいんですけど献血できません。課金禁止とさせていただきますので、こちらですね6月の終わりまでこのイベントはやってますので、今からデブ活をお願いしますね。これね米印書いてありますのは50キロ以上、これはね 400ml 献血は50キロ以上。基本的にでも400以下ならいいんですかという質問はあるかもしれないのですが、200というのをやっているところもあるのですが、これは高校生などの子限定になります。大のおっさんが震え上がってそんなに渡せないので200でなどということを絶対に許さない赤十字の本気を感じますね。こちらのイベント昨日から始まって6月の終わりまでやっていますので、ぜひね皆さんやりましょうね。そしてねこれ50キロ以上ね私なんかはね50キロギリギリちょっと危うい。私キレココはですね実は51キロや2キロぐらいの体重なんですよ。これになるとですね献血に行こうとしますとちょっとすいません、あなた体重計乗ってもらえますかねと言われて、無理やりですね職員の方の前で体重計に乗せられますので、ギリギリニキやギリギリ泣きはね気をつけるようにしてくださいね。それではこちらですね、これによる弊害を見ていきましょう。このようにね実は知られていない体重50キロ以上、こちらですねよく SNS 女子がねインスタグラムなどで献血行ってきたプリンプリンなどという自撮りをね載せていることありますけども、これと同時にですねデブすぎて死にたいピエンなどと言ってガリガリの体重を乗せてくる女子はねこういうのを乗せてる時点でこいつ50キロ以上あるなということで健康だということを見破ることができますのでね、よくいるじゃないですか、こういう体重計乗せちゃってねデブすぎて死にたいでござる41キロとか39キロみたいな、お前それ死ぬでみたいな、ちょっとガリガリお姉ちゃんたちねいらっしゃるので、このようなねことをねちょっとガリガリ匂わせ SNS 女子にはね皆さんねそういう子を見つけたらですよ、見つけたらは何言ってんのっていうのではなくて、しっかりと心の中で腕組みをしてですねおじさんマナーをしてねこういうという気持ちをねしていってもいいんですけど、
まあ心の中で腕を組んで、まあおじさんマナーで、おじさんの2分の1だな、それはスプラッシュスプラッシュなどという反応をしていただきたいと思います。皆さんの意見はくしゃくしゃみんな腕組んじゃってますね。まあね、まあ現実のね女子っていうのはこんなガリガリだと本当にこれもう病気なんで、まあ、このレベルまでいくとちょっと生理とか止まってるんで、皆さんねこういうようなことをする匂わせ女子に影響されないように気をつけてくださいね。ちょっとこういう子たちがいるせいでねガリガリで悩んじゃう女子がね出ちゃうんでね、みんなね男子の皆さんもね女子の50キロは普通ということをねぜひ分かっていただきたいと思います。まあ、なんで50キロ以上かっていうとこれ以下はね不健康だからです。それだけはね言い切っていきたいと思います。それでは次のニュースです。なんとですね視聴者からですねたびたびリークが数日前から入っていたんですけども、こちらですねこれねヤゴーがねオバマにフォローされたのではないかというね、まあこれねちょっとねこのようなリークが大量に入ってきたんですよ。何皆さんの意見で44.5? おい 44.5 はダメだろ。まあ私たちはバーチャルなのでね、バーチャルの世界ではねまあそれぐらいが普通なんで、バーチャルの世界だからね、私もバーチャル世界だからこそ180センチ50キロだからね、まあそこはね普通の人間と混同しないようによろしくお願いします。こちらですね気になるニュースが実はねいくつも入っていたんですよ。これねヤゴーがアメリカの大統領であるバラク・オバマ氏にフォローされたのではないかというニュースが入ってきたんですね。こちらなんですけどもね、私もこれリークを見た時に嘘やろと思ったんですけども、こちらどうやら確認をしましたところフェイクニュースだということでですね、みんな驚かせないでよ。どうやらね私がニュースのネタに困っているから作ってくれたということでね、私はポジティブに受け止めたろうかなと思うんですけども、これ私がね私の画面から見たところ、この黄色い線を見てください。フォローしている人にフォロワーがいません。まあそうですよね。皆さんの意見は草フォロワー1億フォロワー1億、さすがやで、もうさすがやでというわけでね、有識者の意見はボットだからね。ヤゴーってね皆さん知らないと思うんですけどボットなんですよ。あれTwitterやってるのもボットなんで、大統領がボットフォローするわけないやろ。というわけでね、皆さん安心していただきたいと思います。それでは次のヤゴー会長がヤゴーをフォローしていない説、会長がヤゴーをフォローしていない説があるという、これ出ちゃいましたね。ちょっと心当たりが次のニュースです。なんとですね、桐生ココ氏かわいいロゴ&配信背景をゲットしたということなんですね。実はですねこのようなかわいいロゴ、そして配信用の背景をなんとデザイナーの方にね作っていただいたんですね。嬉しい。これ皆さんとってもかわいいでしょ。こちらですね、やっぱね私今アイドル目指してるんですけど、アイドルなんですけど、もっとアイドルとしたアイドルになりたいでアイドルを目指しているんですけどもね、
やっぱりアイドルらしさは配信から配信の背景、そしてロゴからというわけで、こちらのね名越というデザイナーの方に作っていただきまして、徐々にね配信などで使っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん見に来てくださいね。それでは次です。皆さんに重大なお知らせがございます。なんと朝ここライブ、来週はお休み。なんとですね、朝ここ P 氏がね、お休みを取られるということで、朝ここライブは来週は1週間お休みになりますので、皆さんね、こちらですね、ちょっと禁断症状がね出てしまう可能性がありますが、ちょっと来週ね死なないように気をつけていただきたいと思うんですね。皆さん、これですね、ちょっと叫びが、中毒者からの叫びがね、有料の叫びが聞こえてきましたが、こちらですね、来週1週間お休みということですので、これね、ちょっとね、いろいろとね、実はこの朝ここライブ、私がデビューした次の日から始まっています。12月の28日に私デビューをいたしまして、12月の29日から朝ここライブが始まっていますので、実は私の活動の中で朝ここライブをやっていない期間というのがないんですよ。なのでですね、有識者によると、朝ここなしの活動で変化はあるのでしょうか。これはね、ある意味ね、朝ここ P の休暇でもあり、さらに検証でもあるのではないかと有識者は考えているようですね。検証ができますよね。これによって朝ここライブが桐生ココ氏の活動にどんな影響を与えているのかというね、もう活動の検証になると思いませんか、皆さん。休暇にもなりますし、検証にもなるということでね、もうこれはね、ちょっと次の朝ここが楽しみですね。これね、検証結果、次回の朝ここはね、ゆっくり休んでみんなありがとう。6月のね、1日になりますね。次の平日が、次の月曜日が6月になってしまうので、こちら6月の1日の朝ここライブにて、どのような活動の中に朝ここがないことによる視聴者であり中毒者の皆さんの体調の変化、そして桐生水コスの活動の変化、こちらをねしっかりと検証していきたいと思いますね。バカンスだよ、ありがとうございます。そしてこちらに伴い、わたうたも来週はお休みになります。一緒にね、朝を突っ走ってきました私と、そしてわためはね、来週ね、わためもね、わたうた P ですからね、わたうた P も一緒に朝ここ P とちょ待ってくださいよ。2人同時に休みってことはこれ怪しいんじゃないの？どういうこと？付き合ってるんじゃないんですか、この2人。ちょっと同時に P 同士が休み取るって、これ付き合ってる疑惑出ちゃうで。これ荒れますね。これホロライブ荒れちゃうよ。これ2人同時に付き合ってんじゃないかなってね、憶測が立つような予感もしますが、それでは今日の天気は、おいP、お前が P やで、プロデュースしてんのはそっちかい、わたうたじゃなくてかほちゃんかい。というわけでね、私も出てないんですよね。もう私の推しメンもちょっと出会えてないんですけどね。今日
高速ガシャ配信が行われるのではないかという噂があるようですが、そういうわけで本日のARK サーバーおよび今月の ARK サーバーのパスワードは朝ここ ASACOCO ということで、皆さん本日はもうちゃんと最後まで見てくれてありがとうございました。次は6月の1日の朝ここで会いましょう。それでは皆さん一緒におはようございました。Tail blood